Pronunciation Coach at Lemon School。こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらになります。今日はですね、これらの発音記号に関して皆さんが持っている辞書や教科書をチェックしていただきたいと思います。まず例えば hit、皆さんが持っている辞書や教科書や参考書で見てみてください。アクセントというかストレスの記号がある場合が多いと思うんですけど、それはちょっと無視して母音の部分がこの大文字の I を小さくしたものか、それとも普通の小文字の I なのか、大文字の I なのか、小文字の I なのか、それを見てください。小文字の場合は点の代わりにアクセントっていうかこのストレスのチョンっていう補助記号になってるかもしれません。皆さんの辞書はどっちでしたか？もしかしたらこういう記号の形の違いを今まで気にしたことがない人も多いんじゃないかなと思います。もう一つ、この good、この単語を調べてみてください。この馬のひづめみたいな形か、それとも普通の小文字の U か、どっちでした？ざっくり言うと、だいたい中学生用とか高校生用とかの学生向けの辞書とか、あと中学の英語の教科書とか、あと参考書とか、学生向けのものは普通の小文字の I と U になってて、どっちかというと大人向けの辞書は大文字の I とか馬のひづめを使っていることが多いと思います。なぜかというと、学生向けの辞書にはあんまり難しい記号をたくさん使っちゃうと、もう見た目にビビっちゃってそれだけで発音記号に対してアレルギー反応を起こしてしまうかもしれないからです。見た目を優しくしようっていう配慮があるんですね。で、大人の方には見た目にビビらない、もう少し強いメンタルを持っていただこうっていうことです。ではまず大人用の記号から説明します。まず記号の名前です。この I の方はあんまり面白い名前がなくて、単純に small capital I、つまり小さい大文字の I だったりします。で、こっちは結構いろいろ名前があるんですよね。真面目なのは Upsilon。日本語だとウプシロンですね。でも個人的に好きなのは Horseshoe、馬のひづめです。それで、今度は Eat の発音記号ですけど、これは大人用も学生用も同じように、こういう風に普通の小文字の I の後に2つ三角みたいな点々がついてると思います。この音はフォニックスでいうロング E ですね。E。発音は簡単です。次に Happy を見てみると、この最後の母音は、これも大人用も学生用も同じように普通の小文字の I になってると思います。点々がついてない場合が多いと思います。で、eat も happy もどちらも小文字の I ですよね。一方でさっきの hit は大文字の I ですね。違いますよね。だから記号が違うと音が違うんです。単純に記号が違うから音が違うんです。超簡単ですね。で、eat と happy はどちらも小文字だから、どちらも小文字の I だから、単純に同じ記号だから同じ音です。どちらもロング E です。E。この点々がついてるかついてないかは、もう単純にストレスがあるときは点々をつける。で、happy の P みたいにストレスがないところでは点々をつけない書き方にしているというだけです。ネイティブにとっては全く同じです。ストレスがあるときは点々をつけて書く。ないときは点々を書かない。それだけです。音は一緒です。つまり、小文字の I は点々があろうとなかろうと同じロング E。ここまでは皆さん違和感ないですよね。eat と happy の E が同じ音っていうのは、たとえ書き方が違っても同じ音っていうのは日本人には違和感ないと思います。じゃあ次は日本人にはすごく違和感がある話をするので、覚悟はいいですか？大文字の I の方はフォニックスのショート I です。これは決していじゃないんです。いえみたいな感じです。ちょっとアイオワ州出身のアメリカ人の音声も聞いてみましょう。Ben。大文字の方はこういう音です。ゆっくりだと二重母音みたいですけど、早く喋ると日本人にはえみたいに聞こえます。これはね、なかなか日本人には信じがたいかなと思うので、ぜひね、ネイティブの発音を本当に聞いてみてください。このネイティブの it is とかをね、ぜひ聞いてみてください。次にもっと違和感がある話をします。覚悟はいいですか？ピアノを見てください。この最初の母音は大人用でも子供用でも小文字の I のはずです。小文字の I だからロング E、つまり eat、happy の E と同じ音なんです。ピアノの P の方はストレスがないから点々がついてないだけでネイティブにとっては同じロング E なんです。日本人の感覚だとピアノの I と hit の I が同じっていうイメージがある人が多いと思うんですけど、
僕もね、昔はそう思ってたんですけど、実は全く違う音なんですよね。これネイティブにとっては全く違う音なんです。で逆に、このピアノの P と eat の E。これが同じっていうのは、日本人にはかなり違和感がありますよね。でも実際、ネイティブにとっては同じ音なんですよ。で、実際発音記号の通り、同じ音なんです。ぜひ今日から発音記号の I が大文字か小文字かちゃんと見て、しっかり発音し分けてください。では、U と Horseshoe の方も見ていきましょう。まずこの単語、food。これを見ると、大人用も学生用も小文字の U に点々がついてますよね。フォニックスでいうロング U とかロング OO ですね。次に卒業するという意味の graduate を見てください。大人用も学生用も、ここが小文字の U になってると思います。もしかしたら W になってる辞書の人もいるかもしれないので、W の人はこの話は流してください。で、小文字の U の人は I の時と同じで、ストレスがあれば点々をつける。なければ点々をつけない。というだけでネイティブにとっては全く同じ音です。これも日本人には違和感があるかなと思います。で、なんかね、こう長いのと短いの違う音かなっていう気が日本人にはしますけど、英語では別にそれがストレスがあるかないかの違いだけです。一方で、さっきのこの good の馬の蹄の記号。これは単純に記号が違うから、ネイティブにとっては全く違う音です。フォニックスのショート OO。この発音の仕方の違いはね、僕のレッスンでやってますけどね。単純に記号が同じだから点々があろうがなかろうが同じ音。記号が違うから違う音。それだけです。超単純。ここまでは超単純ですね。方言差もあるんで、地域によっては、あと年配のネイティブの人とかはこういう風に発音してない人もいますけど、これが一番標準的な発音です。さて今度は学生用の辞書です。今度はちょっと難しいですよ。学生用の辞書は大文字の I の記号を使ってないですよね。だから、eat, happy, piano も hit も全部小文字の I になってますよね。この hit も全部小文字の I ですよね。でも、これらはロング E。で、これはショート I、ear。これらはロング E だから E。これはショート I だから ear ですよね。違うんです。音が。まずこの点々がついてたらもう無条件でロング E です。これは簡単。で、問題は点々がついてない小文字の I がロング E だかショート I、ear だかどうやって見分けるかです。同じ記号なのに違う音。だからそれを見分けないといけません。実はですね、フォニックスでいうショート母音っていうのは、ショート I とかショート OO とかも含めて、ショート母音っていうのは基本的に後に絶対子音がないといけないんです。ショートの後は絶対子音です。ショートの後は絶対シーン、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 ショートの後は絶対シーン。だから小文字の I の後に子音があったらショート I の ear。で、こういう風に小文字の I の後に子音がなかったら、すぐ母音が来たりとか単語の最後とかだったりしたら、ロング E。E なんです。もう絶対そうなんです。もう英語の発音の構造上、こういう風にしかならないんです。で、このショートの後は絶対子音っていうルールは、英語の発音としてはものすごく大事な特徴なんですけど、習ってる人ってほとんどいないですよね。でもこれを知らないと、この学生用の発音記号は絶対に解読できないんです。で、これは発音を専門にやってる大学の先生とかでも、みんなが全員が理解してるわけじゃないんですよね。これ難しいんですよ。そう、だからね、中学生とか高校生とかにはね、絶対ね、理解できてないんじゃないかなと思います。この学生用の発音記号は見た目を単純にして恐怖心をなくしたんですけど、それと引き換えに機能的には逆にすごく難しくなってしまったんですね。で、U の方も同じで、学生用の発音記号には馬の蹄、horseshoe は使ってない。小文字の U しか使ってないから、これどっちだかロング OO かショート OO か見極めないといけないんです。で、さっきとね、同じように点々があったらロング OO。で、点々がない場合は、やっぱり同じようにショートの後は絶対子音なので、子音があったらショート OO。で、こういう風に子音がなかったらロング OO というわけです。これ慣れちゃえばね、すごい簡単なんですけど、これを中学生とか高校生とかに解読させるっていうのは、ちょっとね、現実的じゃないなと思いますね。だから発音記号に関しては、大人用の辞書を使った方がいいと思います。で、しかもこれなんかは本当は発音記号じゃなくて、フォニックスとかで考えると超簡単なんですよ。こういう風に同じ記号なのに違う音とかみたいなのをね、解読しなくていいですからね。
少なくとも僕が知ってる限りでは、フォニックスを知らないで英語の発音記号をちゃんと理解してる人っていうのを見たことがないですね。で、逆に英語の発音記号をちゃんと理解してる人は例外なくフォニックスをちゃんと知ってる人です。少なくとも僕の周りの日本人ではです。だからこの機会に皆さんフォニックスやりましょう。ということで、自分が使ってる辞書とか教科書とか参考書の hit とか it、あと good の記号がどうなってるか見てみてください。これが普通の小文字の I とか U だったら読むときに気をつけないといけないです。あと、ショートの後は絶対子音。今日は意味がわからなくても呪文のように唱えてるうちにいつか必ずいいことがあります。この動画が役に立ったと思ったらいいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。